こんにちは、ミルです。今日は告白してから付き合うのはなぜというお話をします。私もね、絶対に告白してからまたは告白されてからじゃないとお付き合いしないです。はい、今日から彼氏と彼女ねっていう感じでちゃんとはっきりさせるし確認します。これね、面白いですよね。今まで散々、日本人は曖昧だ、なんて言ってきたんですけど、ここははっきりさせたい人が多い印象です。私ははっきりさせたいです。まず、付き合うという言葉についてなんですが、付き合うというのは、行ったり来たりして、その人といい関係を作るという意味があります。例えば、前に引っ越しをしたら挨拶をするというポッドキャストで、ご近所付き合いという言葉を紹介しました。近所の人といい関係を作るという意味です。あとは仕事でもそうですね。うちの会社はあの会社とお付き合いがあるよなんて、そんな会話もします。それから、一緒に行動するという意味もあります。例えば仕事でね、同僚が残業をしていたとします。それを見て、私も付き合うよ。一緒に頑張ろうなんて言ったり、あとは一緒に買い物に来てほしいとき、ねえねえ買い物に付き合ってくれないとか、買い物付き合ってほしいんだけどって言ったりします。人以外にも使えますよ。例えば、最近の社会問題ですね。SNS を見すぎて心が穏やかではなくなってしまう人もいますよね。最近ね、若年層の整形がすごく増えているみたいですよね。小学生からする人もいるんですって。そんな今の時代は SNS と上手に付き合わなければいけません。それから日本の春の風物詩となりました花粉症。私の父はね、もう長年花粉症と付き合っています。こんな感じで人以外にも使えます。付き合うという言葉はね、こういう使い方をされてきたんですが、恋人関係として関わることも付き合うというようになりました。さっき言ったようにね、誰かが告白をします。相手にね、好きです。付き合ってください。と伝えて、相手がそれを受け入れたら恋人関係が始まるんです。お付き合いが始まります。で、付き合ったら、もう他の人とデートするのはちょっとおかしいですし、他の人と親密な関係になるのはダメですね。はい。だから、付き合ってくださいという告白には、人にね、もちろんよるんですが、私はあなた以外とデートしませんとか、あなた以外と親密な関係になりませんとか、そういう宣言でもあるんですね。で、その告白に対して、はいって言ったら、私も同じですという意味ですね。ちょっとね、強い言い方をすると、私だけ、あなただけという独占的な関係っていう感じですよね。で、この意味で使われ始めたのは戦後だと言われています。確かにね、戦前はお見合い結婚が一般的でしたし、多くの人が結婚前にみんなの前で自由な恋愛をするというのはできなかったんじゃないかなと思います。明治時代から西洋文化が入ってきたとはいえ、やはりね、難しかったんじゃないかなと思います。というのも、国立社会保障人口問題研究所というサイトで面白いグラフを見つけました。概要欄にリンクを貼っておくので、興味ある方ぜひ見てみてください。そのグラフではね、1935年はお見合い結婚が69%、で恋愛結婚が13.4% なんですよ。1935年っていうのは昭和ですよ。なので、明治時代もね、明治はね、昭和のもっと前ですから、明治時代もみんなの前で自由に恋愛をするっていうのは難しかったんじゃないかなと思いました。で、その後、どんどんお見合い結婚が減っていって、1960年代後半にはね、もう恋愛結婚がお見合い結婚を抜いたんですね。戦後、個人の自由とか尊厳が大切にされるようになって、自由に恋愛もできるようになって、そして今に至るのかなと思いました。ただね、なぜ付き合ってくださいという告白が必要なのかというと、さっきも言ったように、そこはね、曖昧にしたくないんですよ。友達なの？私のこと好きなの？
僕たちの関係って何なのってね、こういう感じでお互いならないように、そこははっきりさせるんですよね。それが何て言うんでしょう、お互いの覚悟というか、もしね、ちゃんと告白しないで進んでしまったら、例えば他の人と遊んでもね、だって付き合うって言ってないよって言われちゃったら、それで終わっちゃうじゃないですか。もちろんね、告白したってね、他で遊んじゃう人もいるんですけど、やっぱりね、なんとなくこう曖昧に進んでいくよりも、ちゃんと自分の気持ちを伝えて、自分の覚悟を伝えるというのは、男性でも女性でもかっこいいなと思います。だからね、日本では、好きです。付き合ってください。はい、お願いします。じゃあ今日からカップル、恋人、今日からスタートっていう感じでお付き合いが始まることが多いです。ということで今日は告白してから付き合うのはなぜというお話をしました。じゃあ、バイバイ。こんにちは、ミルです。今日は告白してから付き合うのはなぜというお話をします。私もね、絶対に告白してから、または告白されてからじゃないとお付き合いしないです。はい、今日から彼氏と彼女ねっていう感じで、ちゃんとはっきりさせるし、確認します。これね、面白いですよね。今まで散々、日本人は曖昧だ、なんて言ってきたんですけど、ここははっきりさせたい人が多い印象です。私ははっきりさせたいです。まず、付き合うという言葉についてなんですが、付き合うというのは、行ったり来たりして、その人といい関係を作るという意味があります。例えば、前に引っ越しをしたら挨拶をするというポッドキャストで、ご近所付き合いという言葉を紹介しました。近所の人といい関係を作るという意味です。あとは仕事でもそうですね。うちの会社はあの会社とお付き合いがあるよなんて、そんな会話もします。それから一緒に行動するという意味もあります。例えば仕事でね、同僚が残業をしていたとします。それを見て、私も付き合うよ。一緒に頑張ろうなんて言ったり、あとは一緒に買い物に来てほしいとき、ねえねえ買い物に付き合ってくれないとか、買い物付き合ってほしいんだけどって言ったりします。人以外にも使えますよ。例えば、最近の社会問題ですね。SNS を見すぎて心が穏やかではなくなってしまう人もいますよね。最近ね、若年層の整形がすごく増えているみたいですよね。小学生からする人もいるんですって。そんな今の時代は SNS と上手に付き合わなければいけません。それから日本の春の風物詩となりました花粉症。私の父はね、もう長年花粉症と付き合っています。こんな感じで人以外にも使えます。付き合うという言葉はね、こういう使い方をされてきたんですが、恋人関係として関わることも付き合うというようになりました。さっき言ったようにね、誰かが告白をします。相手にね、好きです。付き合ってくださいと伝えて、相手がそれを受け入れたら恋人関係が始まるんです。お付き合いが始まります。で、付き合ったら、もう他の人とデートするのはちょっとおかしいですし、他の人と親密な関係になるのはダメですね。はい。だから、付き合ってくださいという告白には、人にね、もちろんよるんですが、私はあなた以外とデートしませんとか、あなた以外と親密な関係になりませんとか、そういう宣言でもあるんですね。で、その告白に対して、はいって言ったら、私も同じですという意味ですね。ちょっとね、強い言い方をすると、私だけ、あなただけという独占的な関係っていう感じですよね。で、この意味で使われ始めたのは戦後だと言われています。確かにね、戦前はお見合い結婚が一般的でしたし、多くの人が結婚前にみんなの前で自由な恋愛をするというのはできなかったんじゃないかなと思います。明治時代から西洋文化が入ってきたとはいえ、やはりね、難しかったんじゃないかなと思います。というのも、国立社会保障人口問題研究所というサイトで面白いグラフを見つけました。概要欄にリンクを貼っておくので、興味ある方ぜひ見てみてください。そのグラフではね、
1935年はお見合い結婚が 69%。で、恋愛結婚が 13.4% なんですよ。1935年っていうのは昭和ですよ。なので、明治時代もね、明治はね、昭和のもっと前ですから、明治時代もみんなの前で自由に恋愛をするっていうのは難しかったんじゃないかなと思いました。で、その後、どんどんお見合い結婚が減っていって、1960年代後半にはね、もう恋愛結婚がお見合い結婚を抜いたんですね。戦後、個人の自由とか尊厳が大切にされるようになって、自由に恋愛もできるようになって、そして今に至るのかなと思いました。ただね、なぜ付き合ってくださいという告白が必要なのかというと、さっきも言ったように、そこはね、曖昧にしたくないんですよ。友達なの？私のこと好きなの？僕たちの関係って何なのってね、こういう感じでお互いならないように、そこははっきりさせるんですよね。それが何て言うんでしょう、お互いの覚悟というか、もしね、ちゃんと告白しないで進んでしまったら、例えば他の人と遊んでもね、だって付き合うって言ってないよって言われちゃったら、それで終わっちゃうじゃないですか。もちろんね、告白したってね、他で遊んじゃう人もいるんですけど、やっぱりね、なんとなくこう曖昧に進んでいくよりも、ちゃんと自分の気持ちを伝えて、自分の覚悟を伝えるというのは、男性でも女性でもかっこいいなと思います。だからね、日本では、好きです。付き合ってください。はい、お願いします。じゃあ今日からカップル、恋人、今日からスタートっていう感じでお付き合いが始まることが多いです。ということで今日は告白してから付き合うのはなぜというお話をしました。じゃあ、バイバイ。